コンケイクです。今回のテーマはあなたの素敵なところです。どうぞよろしくお願いいたします。それでは3枚のカードをご用意しております。A、B、C の中からお好きなカード1枚お選びください。ご自分の占い結果だけご覧になりたい方は概要欄にチャプターをご用意しておりますので、そちらをご確認ください。選び終わりましたでしょうか？それでは今回はフォース集というスプレッドとオラクルカード、そしてルノルマンカードを使用して占います。それではそれぞれ占ってまいります。それでは A の方の結果です。A の方の素敵なところですが、あなたがですね、とても素直な方なんだなっていうのが伝わってまいりました。はい。いろんなことでですね、あなた自身の感情っていうのがですね、素直に出しやすい。ちゃんとですね、表に出してくれる。そういったところでですね、あなたとやはり付き合いやすいなとかですね、微笑ましいなって思ってらっしゃる方もいらっしゃるのではないかなっていうふうに感じましたね。はい。そういったですね、素直さはこのまま大事にしていってほしいなと感じますね。はい。よく気持ちが顔に出やすいっていうとか言われますけれども、そのタイプかなっていうふうに思います。はい。私自身はこれを見ていてですね、そこがとてもあなたの魅力なんだなっていうふうに思いますね。ではですね、1枚ずつお話しさせていただきますね。ではまず過去ですね。カップの4の正位置ですね。この時期は不満があったっていうことなので、あなた自身が何かもうちょっと先に行きたいけれども行けなかったっていうところがあるのかなって思いましたね。はい。何かが足りないと自分でも思ってらっしゃる。そういったところでですね、もうちょっと上に行ったりとかですね、自分の中の目標ですよね。そういったところにたどり着くのが全然届いてないなっていうところがあったのかもしれないですね。はい。では次が現在ですね。恋人の正位置になります。この時期、今はとても楽しい時期になってますね。はい。あなた自身が晴れやかな気持ちで前に進んでいってる状況。そしてですね、周りの方ともフレンドリーな関係を築けている状況っていうことなので、このままですね、良い人間関係築いていってほしいなと思いますね。はい。ハートがいっぱいある。まさに愛に溢れた状況ですよね。これはですね、本当に、恋人っていうカードだとどうしても恋愛を想起しやすいっていうところがあるかもしれないんですけれども、それだけじゃなくてですね、やはり人間関係全般において愛し愛されるっていうですね、そういった喜ばしい状況になっているのではないかなと思いますね。はい。もちろん今ちょっと実感がないなっていう方はですね、ちょっとずれているのかもしれないんですけれども、ここからですね、あなた自身が楽しいなって思えることがありますよっていうことだと思いますね。はい。そして素敵な人間関係を築けていきますよっていうことですね。はい。では次が未来ですね。どうなるかというと、ソードの10の正位置ですね。はい。未来では精神的な成長があるということになっておりますね。はい。あなたの気持ちが徐々に変わっていくっていうことなので、今までですね、不満があった時期、楽しい時期を経て、あなた自身がですね、何かしら得られるものが大きかったっていうことかもしれないですね。他にもですね、いろんな体験をされている可能性もございます、もちろん。はい。その中で、あなた自身が、ここを変えていけばいいんだなっていう風にですね、改善点とかが見つかっていくのかなって思いますね。そして、あなた自身の価値観だったり気持ちが変わっていくことで、良い方向へ向かっていくのかなと思いますね。はい。ユニコーンさんの方もですね、目はつぶってはおりますけれども、上の方向を向いてらっしゃるっていうことはですね、あなた自身も上向きですね。はい。前向きに進んでいけるのかなと思います。
ですね、輝いていける方向に行くかっていう風に、未来はやはり準備期間なところもあるかもしれないですね。カードさんは座っておりますけれども、そこから立ち上がるっていう風に考えていただくといいと思いますね。はい。はい。では、周囲がどうなるかというと、ペンタクルの2の逆位置ですね。はい。人間関係ですね。あなた自身とても素晴らしい人間関係築けているというふうにお伝えしたんですけれども、その中でもですね、やはり裏がある人っていうのがいらっしゃる可能性がある。そしてあなた自身を対等に思わない人。どちらかというと見下すような感じなんですかね。そういうタイプの人もいらっしゃるということで、そういう方には要注意ですね。はい。あなた自身に対して利用してやろうとかですね、そういうふうに考える人。そして、あなたをやはり下げていくことで自分自身を上げていこうとする人っていうのも必ずいらっしゃるんですよね、やはりね。人間関係において、そういう方っていうのは、どこにもですね、いるものですね。はい。そういう方はですね、もう相手をしないのが一番だと思いますね。そのままですね、あなた自身が気を使って人間関係をちゃんとより良くしていこうっていうふうに考えてもですね、そういう方っていうのはなかなか性格が変わるわけではないですし、放っておくのが一番かなと思いますね。その人たちは相手をしないっていうことが一番だと思います。はい。はい。では、障害ですね。あなたの邪魔になることがカップのキングの聖地ですね。はい。包み隠さない態度が裏目に出ることもというふうに出ましたね。はい。あなたの素直さ。そこは素晴らしいと私の方をお伝えしました。そこでですね、包み隠さない態度によって、例えばその裏のある人とかがですね、素直な部分をですね、やり玉にあげて、いろいろと言ってくるかもしれないっていうことですよね。そこをですね、あなた自身が悪いとは思わないんですよね。素直なことっていうのはいいこと。ただですね、やはり、あなたの衝突を避けるために、ある程度大人の対応っていうのが必要な時もありますよっていうことだと思いますね。その素直さを忘れずに、あなた自身があなたに対してひどいことをしてくるような人たち、そういう人たちに対しては、冷静な大人の対応をしていくっていうことが大事ですね。はい。そこはですね、あなた自身もちろんニコッと笑ったりとかですね、怒りを隠せない顔とかですね、泣きそうな顔になったりとか、そういうお顔とかですね、表情とかはですね、そこまでですね、演技をしなさいっていうわけではないです。そうじゃなくって、言葉でですね、ある程度、その人たちに有利になるような言葉が出てきた時に、あなた自身がその言葉を打ち消せるような対応をしていくっていうことは大事かなと思いますね。はい。では最終結果ですね。はい。こちらがペンタクルのナイトの逆位置ですね。諦めが肝心な時という風になっておりますね。はい。そうですね。いろいろとやりたいこととかあると思うんですけれども、そこをですね、見極めて、自分が、これは無理だなって思ったことはですね、早々に諦めてしまうことの方がいいっていうことみたいですね。今後ですね、あなた自身が頑張ってること、とにかくですね、自分のできる範囲でやっていくっていうことが大事なんだと思いますね。そこで、ダメだな、できないなと思ったら、撤退するっていう感じにしていくといいのかな。ですね。はい。撤退した後にまた攻撃とか、そういうゲームとかでもありますよね。避ける、戦う、避ける、戦うみたいなね。そういう感じで考えるといいのかなと思いますね。はい。ですね。避けるべきところは避けて、そして戦えるところは戦うっていう感じがいいんだと思いますね。はい。そして、最終的な結果としてはですね、もう一つはオタク的趣味にのめり込めるっていうことなので、これはですね、かなり充実ができるっていうことなのかなと思いますね。あなた自身が何かしらの、
のめり込める趣味ですね。オタク的趣味っていうことなので、いろいろありますからね。何々オタクっていうのがですね。ただそれぐらいですね、楽しめる、充実できるっていうことなので、いい結果かなとは思います。そこでそうですね、気をつけることといったら、やっぱりちょっと、お金の使い方が計画的になった方がいいのかなっていうところはありますね。どうしてもですね、お金が出やすい状況にはなるので、そこをですね、あなた自身がしっかり管理するっていうことは必要だと思いますね。気づけばお金がものすごいなくなっていたなんてことになったらですね、あなた自身もやっぱり今後が不安になったりとかがあると思うので、そこは気をつけていただければと思いますね。はい。はい。では助言ですね。こちらがですね、カップの9の聖地ですね。はい。願いは叶うと信じましょうと出ました。そうですね。諦めるところは諦めて、進めるところは進めるっていう風に、最終結果でお伝えはしましたけれども、必ずですね、あなた自身の願いは叶うと、やっぱり信じることが大事ですよね。気持ちって意外とですね、自分自身を奮い立たせて結果につながるっていうことがかなりあるんですよね。だからやっぱり気持ちから入っていくっていうのは大事かなと思うので、そういう叶うぞっていう風にですね、思っていただくといいと思います。はい。でですね、ルノルマンの助言ですね。星のカードです。前向きな姿勢で取り組みましょうという風に出ておりますね。はい。ここはもう助言と同じような感じではありますね。はい。そうですね。星っていうのが、ルノルマンもタロットカードも結構似たような感じのイメージなんですよね。やっぱり希望だとか、憧れだとか、きらめきだとかですね。輝いてるような感じですね。ですね。今後ですね、あなた自身が輝くためにですね、やはり前向きな姿勢で取り組むことが大事ですよっていう風になっておりますね。はい。ここをですね、2度ほど同じようなことが出てくるっていうことは、それだけ気持ちが大事だよっていうことだと思いますね。特にあなたの場合はですね、素直な部分っていうのが特に出ておりましたので、そういう風に自分自身を思い込ませることで、結果的にものすごく自分自身が進めやすいのではないかなと思いますね。はい。自分はできるんだ、やれるんだっていう風に思えることが、あなたのちゃんと自分の身になる結果につながるっていうことですね。はい。はい。では、オラクルカードですね。これが、1枚目が自然ですね。自然でいましょうという風になりましたね。はい。そうですね。障害のところで嫌な人に対しては、そういう大人の対応も必要ですよって言いましたけれども、他の周囲の方たちにはですね、あなたのそのまま、ありのままの自分でいるっていうことが大事だと思います。そのあなたの素直さだったり、正直さですよね。そういうところが結局人好きのする性格なのかなと思うのでですね、周りの人たちもやはりあなたのことを好いてくださるっていうところがあるのでですね、そこは大事にしていきましょう。はい。それではもう一枚のオラクルカードですね。こちらが庭ですね。これから何か素敵なものが成長しますという風になっておりますね。はい。あなたの未来はこれからもですね、もっともっとですね、いろんな何かが生まれてくるような素晴らしい人生が待ってますよっていう風になっておりますね。このカードさんだとお花が咲いてますけれども、そうですね。このような美しい花が咲くようにですね、あなたの未来も輝いている。パッとですね、華やぐような感じで、続いていくのかなと思いますね。はい。はい。そうですね。全体的なものを見ましてもですね、あなたの素直さはまずとても大事なことだと思います。そこからですね、ちゃんとあなた自身の成長っていうのが見られますので、そこでですね、前向きに考えていただくといいのかなと思いますね。
確かに不満だったりですね、いろいろあったかもしれないんですけれども、これからはですね、あなたが進めるようにですね、動いていけますよっていう風になっておりますのでですね。はい。また趣味もですね、楽しめそうなので、これからを楽しみにしててほしいなと思います。はい。ではよろしければこちらの方参考にされてください。以上が A の結果でした。それでは B の方の結果です。B の方の素敵なところは、確実にですね、結果をちゃんと残せる方。性格的には真面目な方なんでしょうかね。コツコツと頑張れそうな感じなので、それでいて向上心がある。そんな感じの方ですね。はい。では、順番に見てまいりましょうね。はい。では、過去です。こちらが、ソードの4の逆位置ですね。はい。過去はですね、何かしらでお休みを取られていた。身体的にかもしれないですし、精神的にかもしれない。もしくは、活動、何かやりたいことがあったけれども、それだけをお休みしていたとか、そういうこともあるかもしれないですね。何せよ、休息の期間が終わって、そこからまた再び行動を起こす時が来たっていう時期だったっていうことですね。はい。一歩進み始めたよっていうところが過去になるのかなと思いますね。では、現在ですね。こちらが、教皇の逆位置ですね。緊張感が漂いストレスフルな環境にいらっしゃるっていうことでですね。これはですね、今しんどい時期にいらっしゃるのかなと思いますね。いろいろとやらなければいけないっていうこと。もしかしたら失敗ができないっていう気持ちになってらっしゃるんですかね。そういうところからどうしても緊張感からストレスになってしまうっていうことですね。時々は体をですね、硬くなってると思うので、しっかりストレッチなどされてですね、柔らかくしてください。それだけでもやっぱり気持ちって変わってくるので、体の硬さっていうんですかね。そういったガチガチになってるところが、また気持ちにも向いていってしまうというところがあるので、そこもですね、少しストレッチなどして柔らかくしていく。そういう風にしていっていただければなと思いますね。無事にですね、その後を終わらせることができればいいなと思うんですけれども、そこがですね、はい、未来ですね。ソードの6の聖地ですね。はい。困難な状況から脱するとなっておりましたので、そうですね。ストレスフルな環境からはちゃんと脱することができます。よかったです。そこから物事が軌道に乗り始めるっていうことなので、未来においては、もっとですね、良い方向に行けるのかなと思いますね。今がしんどいけれども、これからは大丈夫ですよっていう風に考えていただくといいと思いますね。しっかりですね、ソードで船を漕ぐような感じ。力強さがありますよね。切り開ける感じもありますので、ここはですね、安心して進んでいけるのかなと思いますね。ちょっとですね、やはりそのところから脱するときが大変かもしれないんですけれども、しっかりとそこから逃げていくことができて、あなた自身も向かっていきやすい、あなたの上向きになれるような方向に行けますよっていうことですね。はい。では、周囲ですね。こちらがペンタクルの7の逆位置ですね。あなた自身の周りに、ひがみですね。を抱えてらっしゃる方がいらっしゃるっていうことがあってですね。多分それはあなたの魅力とか素敵なところ、そういったところがですね、どうしても気に入らないとかがあるのかもしれないですね。もちろんそれは無視してもいいです。あなたには何の非もないですからね。その人自身がどうも現状への不満があるから、それをですね、やはり自分のせいにはしたくはないじゃないですか。だからこそ、あなただとかですね、周りの人に対して悲願でいくことで、自分自身のその不満をなかったことにしようとするというか、
その部分からは見ないようにしてるっていう感じなのでですね。ちょっとずるい考えになってらっしゃるのかなと思うのでですね。そういった方にはですね、やっぱり手厳しい態度をとってもいいのではないかなと思いますね。あなたがやってることは何も間違いじゃないですし、それだけですね。あなたの頑張りがあるからこその結果になるっていうことなので、周囲の人がそうやってですね、ひがんでるからといって、あなたが、それで萎縮する必要はないと思いますね。はい。はい。では、障害ですね。こちらが、ワンドの2の正位置になりますね。さらに上を目指したいという気持ちがあるからこそ、足元がおろそかになってしまうかもしれないということでですね。時にはですね、あなた自身がものすごく上に行きたい、向上心がある、やる気があるっていうことなので、素晴らしいことなんですけれども、そこをですね、一旦ちょっと足元を見ていただく。大丈夫かなっていう風に様子を見ていただくのも必要かもしれないですね。気づけばですね、先へ先へ進んでいったことで見えなくなってしまうものっていうのがあるのかもしれないですね。そこはですね、しっかり見ておくことが必要ですよっていうことだと思いますね。そうですね。ここはですね、そういったことをちょっと気をつけていただくっていうぐらいでいいと思いますね。あなたの運気って言いますか、そうですね。いろいろとパワーがある感じがするのでですね、まさにその上を目指すっていう方向でですね、進んでいくのは、ものすごくいいことだと思いますね。はい。では、最終結果ですね。こちらが、ワンドの5の正位ですね。はい。より上を目指すことができます。燃やせるエネルギーがたくさんあるので、チャレンジもしやすいということで、はい。そうですね。あなたの性格的にですね、ものすごくいい結果になったのではないかなと思いますね。これからもっともっと上を目指すことができる。あなたの目標次第でですね、また大きなところにも向かっていける、感じですね。そしてですね、その中で、あなたのエネルギーっていうのがかなり強い状況っていうことになりますので、あなたのやりたいことっていうのがですね、すごくやりやすいと思いますね。そういったところでですね、もし衝突があったとしても、あなたがきちんとですね、その衝突自体も収めることができると言いますか、うまいこと立ち回っていけるのかなと思いますね。そこがですね、すごく進みやすいと思いますね。盤上の上の駒をですね、落としていくような感じにはなっていくんですけれども、それはあなたの実力が高いからこそっていうところではあるのでですね、そこをですね、周りの人が見てるというか、気にしすぎて自分が上に行かないよりは、もう一層自分がですね、どんどん進んでいった方が、周りの人たちもですね、諦めがつくのかなっていうところはありますね。はい。あなたのやりたいようにやっていってほしいなと思います。はい。では助言ですね。こちらがペンタクルの6の正位置です。表面上の損得に縛られないでください。そうですね。あなたの場合はですね、もっともっと上にっていうところがあるので、そこでですね、例えばですね、良い話を持ってきたんだけどっていう風にですね、言う人とかもいると思うんですよね。そういう人たちの本質を見ずにですね、そこの着飾った言葉と言いますか、表面上だけのいい話みたいなところをですね、ちゃんと見据える必要があると思いますね。そこをですね、ちゃんと縛られずに向かっていけばですね、大丈夫だと思いますね。あとは助け合いを意識しましょうということでですね。そうですね。あなた自身を引っ張り落とそうとかするような、邪魔するような人たちに対しては、先ほども言いましたように厳しく対応するのでいいと思うんですけれども、時にはですね、あなたのように上を目指したいと向上心を持って、あなたと共に切磋琢磨したいというふうにですね、考えて近づいてくれる人もいると思うので、そういう方とはですね、しっかり情報共有などしてですね、助け合いをしながら、ここはどうだったっていう感じでですね、お互いにですね、いろいろとアドバイスもらいながら進んでいくと、よりですね、お互いに
引き上げられるのかなと思いますね。そういう方とはですね、しっかり助け合っていってほしいなと思いますね。でですね、ルノルマンカード。はい。こちらの助言がクローバーですね。小さな幸運を逃がさないように行動しましょう。はい。アンテナを張ることが大事ですというふうになっておりますね。なかなかそういうのって難しいとは思うんですけれども、そうですね。いい話とかがあってもですね、先ほど言ったように、表面上のですね、損得を考えて進むよりは、あなた自身がしっかりと見極めることが大事。あなたの場合はやっぱりしっかりしてらっしゃるっていうところも感じられるのでですね、そのあたりは大丈夫かなとは思います。はい。そしてですね、しっかり周りに気を張ることでですね、あなた自身がここに進んでいけばいいんじゃないかなっていうですね、そういったことも見つけやすいのかなと思います。はい。クローバーですからね。四つ葉のクローバー、幸運の道を探す。ちょっとした地道な作業にはなるかもしれないんですけれども、小さなものを見つけるのにですね、周囲をしっかり見るっていうことは必要。ですね。先ほどの足元を見ましょうっていうのも、ここにつながるかもしれないですね。足元のクローバー、小さな幸運に気づくことも必要ですよっていうことだと思いますね。はい。では、オラクルカードですね。こちらは楽園です。楽園へようこそとなっておりますね。はい。そうですね。これからはですね、とても楽しいことが待ってますよ。まさに楽園です。楽しい園と書いて楽園。はい。そうですね。海の中に飛び込んで、あなた自身が思いっきり楽しく海水浴をするような感じでですね、もういろんな楽しめることがたくさん出てきますよっていうことだと思いますね。はい。ではもう一枚のカードが薬。魔法薬って言ったらいいんですかね。ポーションなのでですね。はい。自分を愛する練習を忘れないでくださいというふうになっておりますね。そうですね。あなた自身がしっかりしてらっしゃる、そして向上心があるっていうことで、さらにですね、あなた自身があなた自身を愛すること。その練習はですね、やっぱり大事ですよね。あなたが上を目指して、仮にですね、ちょっとした失敗があったとするんですよね。そういう時に、すごく落ち込むこともある、自分には価値がないんじゃないかと思ってしまうこともあるかもしれないんですけれども、自分を愛する練習をしておくことですね。何にもなれなくても自分は自分であるというふうに自分を肯定できるんですよね。なのでですね、よろしければその気持ちを忘れないためにも、そういう練習もしてみてほしいなと思いますね。はい。そうですね。あなたの場合ですね、本当にエネルギーに溢れてらっしゃいますし、すごく真面目であるというところもあるので、私の方から見てもですね、今後も安心できるかなっていうところはあるんですよね。あなた自身がどちらかというとですね、ちゃんと進んでいけそうな感じの方なのでですね、助言もですね、そこまで大きな感じのことではないので、そうですね、もうあなたの力で十分やっていけるっていうところなんでしょうね。です。はい。なので、もっと自信を持って進んでいってほしいなと思いますね。ちゃんとあなたは上に進んでいけますよ。目標に向かって、前向きに向かっていけますよっていうことなので。はい。よろしければですね、こちらの方参考にされてください。以上が B の結果でした。それでは C の方の結果です。あなたの素敵なところなんですけれども、とにかく人を立てることができる控えめな方なのかなっていうところがあります。はい。あえて自分は主役にならずに周りの人を引き立てることでですね、その優しさによっていろんな人が助けられてるのかなっていうところがありますね。はい。ではですね、1枚ずつお話しさせていただきます。はい。まず過去ですね。星の逆位置になります。
悲観的な態度や自信のなさから助けを受けることができないというふうになっておりますね。そうですね。あなた自身がどうしても自分に自信がない、そういうところからどうしてもですね、助けてほしいっていうことが言えなかったんですかね。自分なんかがって思ってしまって、それによっていろんな助けを受けなかったとかですね。いろんな人に頼るっていうことが難しかったのかもしれないですね。それはそのあなた自身の優しさだとかですね。控えめな部分。もちろんそういうところがあったからだと思うんですけれども、でもですね、自分がやっぱり辛かった時にですね、声をかけるっていうことも必要かなとは思うんですよね。そしてですね、星なので、やはり自分の持っている輝きっていうものが必ずあるはずなんですよね。そこに気づけていないからこそ、自分のですね、頼ったり、自分を輝かせるためにいろいろとできなかったのかなっていうところがありますね。あなた自身は十分輝いてらっしゃるんですよ。なのでそこにですね、もっと自信を持っていただくのがいいのかなとは思うんですけれども、そうですね。そこもですね、またあなたの良さなのかなとは思うんですよね。だから無理はしなくてもいいのかなとは思うんですけれども、ただやっぱり自分が辛くなってしまうのも、それはそれでね、辛いと思いますので、そうなんですよね。だから、無理はしないでほしいなとは思いますね。はい。では、現在ですね、こちらが、ワンドの3の逆位置ということで、期待通りにいかない辛さがあるということですね。そうですね。ここはですね、情熱が空回りしてしまうっていうところがあるんでしょうかね。今現在は、あなた自身のやりたいこととかですね、どうしても自分の期待した結果っていうのにはまだ繋がってない。そうなると、しんどいなっていう気持ちになっちゃいますよね。そもそもあなた自身が、どうしても自分がっていう風に前に行けないタイプっていうこともあるので、そこでですね、もっとやらなければっていう風にはいけないのかもしれないですね。そこがどうしてもですね、ちょっと一歩進むっていうところまでいけてないっていう原因かもしれないんですけれども、今後ですね、どうなっていくかを見ていきましょうね。はい。では未来ですね。こちらがソードの2の正位置ですね。はい。問題が解決します。よかったです。現在ですね、あなたが悩み苦しんでおられることだとか、期待通りにいかない、辛いっていう部分がですね、ちゃんと解決していきます。それによってですね、状況も落ち着きを取り戻しますから、あなた自身もですね、ゆったりとした感じで進んでいけるのかなと思いますね。はい。そして穏やかな人間関係を築くこともできます。そうですね。あなた自身がやはり穏やかな方っていうところもあるので、それによってですね、同じような似た感じの人がですね、そばにいてくださるのかもしれないですね。やっぱりそうなっていくと安心感がありますよね。あなたもその穏やかな人間関係によってお互いにですね、仲良くできる。ですね。安心して過ごすことができる。癒しみたいなものもあるかもしれないですね。はい。そういったところでですね、安心して過ごしていけるのではないかなと感じます。はい。では、周囲ですね。こちらはですね、カップの8の逆位置ですね。話に応じてくれる人、前向きになれる人がそばにいらっしゃいますね。はい。そうですね。ここはかなりですね、その方にあなた自身が引き上げてもらえるっていう感じがしますね。あなたが、いや自分はいいからっていう風にですね、どうしても一歩下がってしまうところがあるんですけれども、その優しいあなたをですね、しっかりと引き上げてくださる方、背中を押してくださるって言ったらいいですかね。はい。そういう方がいらっしゃるっていうことなので、その方にですね、寄りかかるっていうことも意識してみるといいかもしれませんね。なかなか助けを求めることができないっていう部分があると思うんですけれども、ちゃんと話に応じてくれる方っていうことなので、あなたがですね、そうですね、
あまり話ができなくてもですね、しっかりとちゃんと話を聞いてくれて、その上でですね、いろいろと動いてくださる方だと思うので、ですね。無理はしないでほしいですけれども、ある程度ですね、ちょっとずつでもいいので、その方に自分の気持ちとかですね、こうしたいんだとか、そういうことをですね、言ってみるのもいいかもしれないですね。はい。ですね。ちょっとだけでいいので、一歩勇気を出してみましょう。では次が障害ですね。こちらがソードの3の聖地ですね。ずっと目を背けてきた問題がですね、邪魔をするかもしれません。そうですね。これに関しては、あなた自身のその過去のこととかなのでしょうかね。自分自身の問題ですね。そういったところがですね、どうしても邪魔になってしまうっていうことなので、ですね、未来で問題が解決していくっていうことなので、今後はですね、あなた自身が、そのですね、目を背けてきたこと、そこにもですね、立ち向かう力もあると思いますので、できればですね、そこに立ち向かってみましょう。力はちゃんとついてますからね。はい。では最終結果ですね。こちらはワンドの2の聖地ですね。はい。目標を無事に達成することができます。よかったです。おめでとうございます。はい。新たな願望や野望が生まれるっていうことなので、はい。そうですね。最終的にはですね、あなた自身のやりたいことがですね、ちゃんと解決する。もっとですね、良い方向に未来が進んでいくっていうことですね。そしてその中で自分がやりたいことっていうのがまたできていくっていうこと。もうそれはすごく喜ばしい結果ですよね。あなた自身が前向きに進めていけるっていうことなので、これはですね、本当に嬉しいことだと思います。あなたの頑張れるっていう力、そういったところをですね、また人に助けてもらうのもよし、自分自身でですね、ちょっと頑張ってみるかっていう風にしてみるのもよし、何にせよですね、あなたの自信のなさっていうのがですね、だんだんなくなっていけばいいなと思います。これだけですね、あなたの良い結果っていうのが出ているのでですね、もっともっとですね、自分に自信を持って進んでいってほしいなと思いますね。はい。その中で人にもちろん気を使ってですね、自分はここはいいからあなたがやってくださいっていう風にするのもですね、あなたの良さだと思うので、そこはですね、自然に任せてやっていくのでいいと思うので、自分の目標はですね、自分で叶えないといけない部分もあると思うのでですね、はい、そこは自分でちょっと頑張ってみましょう。そこで、きっと得られるものもたくさんあると思います。はい。はい。では、助言ですね。こちらが節制の役位置ですね。どんなものも否定的に捉えずに興味を持ってください。あなたの場合はですね、これからですね、どんどんいい方向に向いていくっていうことになっておりますので、できればですね、自分自身もですし、これはうまくいかないんじゃないかっていうふうにですね、否定的に考えずに、もっともっとですね、前向きに興味を持って進んでいくと、この未来よりももっともっと良い方向に行くのではないかなと思いますね。はい。そして自分の殻に閉じこもらないでっていうことが必要ですね。そうですね。どうしても自分に自信がないとですね、自分の中に閉じこもっていった方が安心はしますよね。だけれども、今はもうその時は過ぎたということですね。殻から出ていって、外に出てみましょう。あなたのチャレンジ精神っていうのはですね、これからもっともっと増幅されていく、増えていくということなので、ここからですね、殻をぶち破っていきましょう。で、こちらルノルマンですね。無知のカードですね。はい、我慢はやめて口に出そうと。ストレスを解消しようという風になっておりますね。はい。そうですね。あなた自身が、ちゃんとですね、周りの人たちに気を使える人だからこそ、いろいろと我慢している部分もあると思います。そこはですね、やめて、口に出すところも必要っていうことですね。そうですね。あなた自身の素敵な部分でもあるけれども、そこもですね、結局、あなたのストレスになってしまう可能性もあるので、適度なバランスを持ってっていうことだと思いますね。はい。話に応じてくれる人もいらっしゃるっていうことなので、そういったことにですね、そういった方にお話を
しっかりですね、吐き出すっていうことも大事ですね。そしてストレス解消ですね。人によってそれぞれあるかなとは思うんですよね。やっぱりカラオケに行くのがストレス発散になる人とかですね。スポーツをする。体を動かすことがストレス発散になる。あとはお風呂とかにですね、しっかり温まって入るのがストレス発散になる。いろんなやり方があると思うので、あなた自身のやり方を見つけて、少しでもですね、心の安定につながる動き、行動をしてみてもらえればと思いますね。はい。では、オラクルカードの助言ですね。こちらが炎ですね。あなたの中には生命の火、熱意、情熱、そして愛が燃えていますという風になっておりますね。そうですね。あなた自身ですね。自分が自信がないからこそ、輝きがないように見えてるのかもしれないんですけれども、とにかくですね、頑張るぞっていう気持ちを作ってしまえば、もうあなたの場合はしっかりとエネルギーが溢れてるっていうことですね。そして愛が燃えている。これはもちろんそうですね。あなた自身のその優しさが愛っていうところにあるのかなと思いますので、そこは大事にしていってほしいなと思います。そして、はい、もう一枚のオラクルカードですね。こちらが逃亡者ですね。自分自身に帰りましょうという風になっておりますね。はい。そうですね。先ほど殻をぶち破る必要もありますよとは言いましたけれども、時にはですね、自分自身だけの安心できるところに帰るっていうことも必要ですね。適度なバランスっていうことです。はい。あなた自身の、そうですね、逃げるっていうことも大事なんですよね。逃げないことが美徳みたいなことをよく言われますけれども、そんなことはないと思います。やっぱり不安だったりですね、辛いと思ったら逃げてもいいと思います。はい、そこはですね、無理をしないでほしいなと思いますね。そうですね、あなた自身がすごく控えめで優しくてですね、周りを気遣えること、それはすごく素晴らしいことです。とても素敵なこと。はい。ただですね、それであなた自身の幸運をですね、他の人にどうぞどうぞってしてしまう。それはですね、やっぱりあなたにとっては良くないと思うんですよね。だからですね、自信がないっていうところもあるかもしれないんですけれども、まずは進む未来に自信を持って動いていってほしいなと思います。仮に周りの人たちがどんなにすごい人たちでもですね、それであなた自身が先に道を譲るっていうですね、ことは必要ないと思うんですよね。あなたの道はあなたが進むべきものだと思うので、その優しさだったりは大事にしてほしいんですけれども、自分の道を大事にすることも忘れないでいてほしいなと思いますね。はい。これからですね、あなた自身に良い方向に、輝かしい未来が待ってますよっていう風なメッセージですね。はい。カードさんが伝えてきておりますので、よろしければこちらの方参考にされてください。以上が C の結果でした。ここまでご覧くださりありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いいたします。これからも様々なテーマで占ってまいりますので、またいらしてくださいね。それではおつけいくでした。